僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて9月28日にですね、ザ・リンクのブルーレイが発売されました。わお、皆さん手に取っていただけたでしょうか。またね、ザ・リンクブルーレイはですね、多分こうビヨンドライブだったり会場にね来てくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、また違った角度からね、たくさんの僕たちのかっこいい場面とかね、可愛い場面とかが盛りだくさんなそんなブルーレイになってると思うので、また改めて見てどの場面が良かったとかね、ぜひあったら教えてほしいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でブラッククラウズ。This program is brought to you by Disney Plus。 NCT127 ゆうたのゆうたトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ゆうたがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。さて今週紹介するのはマーベルスタジオのドラマシリーズシーハルク・ザ・アトーニーです。天才物理学者のブルース・バナー博士が実験中大量のガンマ線を浴びてしまい、怒りや憎しみを感じると緑色の大男に変身してしまうというのが、超人ハルク。シーハルクはそんなブルースのいとこで検事をしているジェニファーの物語。とある出来事からハルクの能力を授かってしまったジェニファー。ブルースと同じく、ジェニファーもパワーを制御できずハルクの能力に悩んでしまうのか。実はそんな心配は一切不要で、コメディ要素もたっぷりの痛快アクション。しかも法廷ものというドラマシリーズですね。第1話はハルクの取扱説明書というような内容です。僕もハルクになりたいと思うほど楽しいお話でした。ちなみにハルクは二日酔いしないんだって。いいですね。皆さんぜひ見てみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。今週はですね、ラジオで旅する出た妄想コーナー、ラジオでゆう旅をお送りします。皆さんの住んでいる場所のおすすめスポットやあるある、ご当地の美味しいものや面白い方言、ちょっとした雑学などを教えてもらって、旅行気分を味わおうというコーナーですね。皆さんからいただいていたご当地メッセージを紹介しながら、ラジオでゆう旅していきましょう。では早速、ラジオネームうたこさん。うたくんただいまお帰り。私の地元山形県にはクラゲドリーム館という展示されているクラゲの種類が、世界一の水族館があります。暗闇の中でクラゲたちが綺麗に色とりどりにライトアップされていて、とても素敵な雰囲気なので、ロマンチストなゆうたくんもきっと気に入ってくれると思います。皆さん目つむって今水族館にいると思って聞いてね。なかなか東北に来られることはないと思いますが、もし訪れる機会があればぜひ私と一緒に行きましょう。もちろん行きましょう。もし水族館デートをするならやってみたいことは、というメッセージをいただきました。ちなみにですね、ゆう旅調べによりますと、今ね写真もちょっとあるんですけど、直径5メートルもある円形の大きな水槽でですね、およそ1万匹です。1万匹の水クラゲが泳ぐクラゲドリームシアターというね展示が大人気だそうです。そうですね、水族館デーとか、いやでもめちゃくちゃ綺麗なんよ。今みんなもね、なんか気になった方ね、検索してほしいと思うんですけど、すごいこう水族館っていうよりかはなんかちょっとパッと見ね、ラウンジかどっかじゃないかっていうぐらいの光り方してます。はい、そうですね。水族館、もし彼女と行くってことでしょ。なんか意外とあれするかもね。魚、ちょっと、水族館にいる魚とかを、ちょっと事前に調べて、知ったかするかもしれない。やっぱね、異性の方と行くってことは、やっぱ下調べも必要だと思いますよ。だから多分下調べめちゃくちゃして、知ったかしてカッコつけて、で、こう、ね、いい感じの雰囲気に持っていけたら一番なんじゃないかなと思います。何の話？じゃあ次行きます。ラジオネームいずこさん。私の住んでいる茨城県のおすすめスポットを紹介します。茨城にはゆうたくんも大好きな納豆の生産で有名な水戸市があります。もちろん知ってますよ。その近くにある
ひたち海浜公園は春には一面がブルーの絨毯になるネモフィラが有名です。また名物のネモフィラソフトクリームはソーダ味で淡い、ブルーのソフトクリームで美味しいですよ。またネモフィラにちなんでブルーのカレーライスもあるみたいです。すごいねここ。今ねみんなもこう気になった方は検索してほしいと思うんですけど、すごいこうお花畑がね一面に広がってるんですけど、でカレーもねすごいカレー色してるね。ちなみにねユータビ調べによると、見た目が真っ青なネモフィラカレーなんですけど、意外とね味は普通のカレーだそうで、チャレンジする人も多いそうですね。そして食べ終わるとなんとかき氷みたいに舌がね真っ青になるらしいです。めちゃくちゃ面白いじゃん。なんかさあもうこういうところだとさ一つさ成立しちゃうよね。この一日のさなんかデートとかでさ一番ぐだるの嫌なのってさこの後どうしようっていうことじゃん。でもさこういうところに来るとさすごいいいお花畑をさこう二人で歩いてこのお花綺麗だねって言いながら言って、そこもねちょっと下調べしてこのお花知ってるっつってこの花実はこういう花らしいよへーっつってちょっと疲れたねっつってソフトクリーム食べるっつってなんかここのソフトクリームをここのお花畑にちなんですごい色してるらしいよっつってでじゃあちょっとどっちがいいミックスでバニラそこバニラかいみたいなちょっと違う味食べやみたいなでじゃあ半分こしてほんででもこれで終わりじゃないらしいよつってここめちゃくちゃ多いカレーライスあってさつって一緒に食わへんつって行ってでちょっと食べて舌見してつってうわめちゃくちゃ舌になってるやんけはははみたいな妄想しすぎでもなんかさほらもう見えるやんこのそこ行ってこう一日のさ終わりがなんかそういうとこいいですね。俺もここ一回行ってみたいなと思いますね。茨城県のね海浜公園らしいです。皆さんもねぜひ気になっている異性の方がいらっしゃったら一緒に行ってみてください。ここすごい楽しそうでも続いてラジオネームクーロダさん、ラジオでゆうたびでゆうたくんにまつわるスポットをゆるく募集していますと、話されてたかと思いますが、ぜひゆうたくんに知ってもらいたいなんならふらーっと言ってほしい場所があります。それは、岐阜県大垣市にある喫茶なゆたさんです。ローマ字なゆたと書くのですがなゆたイコール仲間といたということしか私は頭に浮かばなかったので、とてもその名前に驚いたと同時にゆうたくんともしかして関係があるのではと思いました。てかちょっとここまで来て俺の名前が一緒やからって岐阜県大垣市に俺が行くと思ってます？機会があればぜひ行かせてもらいます。ですが、調べてみるとですねなゆたという名前は数の単位から出そうとする。そうなんだ。コーヒーにこだわってるみたいなのでコーヒー好きで最近喫茶店にもハマっているゆうたくんにぜひいつか行ってもらいたいなと思いました。いいですね。自然も多いので日頃の疲れをリフレッシュしていただけたらなと思います。いいですね。岐阜県行きたいですね。なかなか岐阜県ね行く機会ないですからね。なんかまたねお仕事とかで行った時にふと紹介してくれたこのナイタという喫茶店を思い出せばねちょっとフラッと寄ってみたいなと思います。僕もね喫茶店そんなに行くタイプじゃないんだけど、僕の母がすごい実家からね歩いて1分ぐらいのところに喫茶店があって、でそこよくちっちゃい頃からたまに行ってたんだけど、最近ねもうたまにね実家に帰った時に朝ごはん何食べようかっつってモーニングでしょってなった時は絶対にねその母と妹とねお姉ちゃんと4人でね一緒に行くこと多いですね。やっぱいいっすよね喫茶店って。もちろんね今はねコーヒーショップすごくたくさんあっておしゃれなところも増えてきてるんですけど、やっぱこのねどこかこうアナログでちょっとこう埃が被ってるようなね喫茶店ってちっちゃい時これ行ってたのでね、たまに行くとすごいやっぱ昔のことだったりねなんか懐かしい気分になれるのでね、僕もよく行きますよ帰ったらね。ちなみにゆうたび調べによりますとですね、喫茶にお金を使う都市の第1位が岐阜。その理由の一つとしてはコーヒーをオーダーすると軽食がセットになるモーニングサービスの文化がすごい嬉しいですねこれね。モーニングサービスの文化が盛んであるからそうです。僕もねよく米田コーヒー大好きでモーニング行きますけど、ここいいですね。岐阜でコーヒーショップ朝行くとあれですもんね、モーニングがサービスになるっていう文化があるってことですもんね。いいですね。ということで、ラジオで旅する妄想コーナーラジオで言う旅いかがだったでしょうか。よかったですね。なんか今日いろいろ3つ紹介させてもらいましたけど、またね皆さんの住んでいるところ有名な食べ物や変わった方言などをねどしどし教えてほしいなと思います。また皆さんの近くにゆうたと名前がつくスポットやキャラクター動物などもいたら、そうか俺が募集してたんか、こちら
ちらもゆるく募集しています。なんか今日のあれよかったね。なんかちょっとやっぱデートでちょっと盛り上がるとこだったり、コンセプト一つ掲げてほしいな。デートで盛り上がる有名なところとか、あとちょっと初対面で気まずいんだけど、一緒になった人とどうしても行かなきゃいけないとかね。なんかあるじゃん、仕事の接待とかでっていう、なんかちょっとその一癖あった上でのおすすめの場所とか有名な食べ物ね、変わった方言などね教えてもらえれば嬉しいなと、面白いかなと思います。ということでですね、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではここで一曲お送りしようと思います。 NCT127 で Tasty。 NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのは NCT127 で Tasty でした。では皆さんからのメッセージをねここで紹介しようと思います。ラジオネームてりやきどんさん。ゆうたさんただいま、おかえり。ハイローの劇中歌ウィングスを聞きました。4人それぞれの歌声が個性的だけど素敵で、ワンコーラス聞くだけで泣きそうになりました。また皆さん演技もしているからか歌に感情を乗せるのが上手なのかなと素人ながらに感じていました。ゆうたさんの声で J-POP を聞くことがとても新鮮で嬉しかったです。何かレコーディングで裏話などがあれば教えてくださいというねメッセージいただきました。ありがとうございます。ウィングスね、すごい僕もすごいやってよかったなと思ってます。やっぱね、何か一つやりたかったのよ。せっかくこんなさ、自分がさ心をさこうグッと持っていかれるようなさ映画とさ現場に出会えたわけで、なんかこのままね、それこそザ・ランページのね北斗くんだったりね、カズマくんだったり BE:FIRST のリョッキーだったりっていうのもアーティストだったから、何かね残せればいいなっていう話をしてたんで、そんな中でのねウィングスだったのですごくこう嬉しかったですね。力も入りましたし、その分逆にね俺なんか感情を乗せて歌うっていうか、そうね、歌詞の意味とかもねやっぱ日本語だったからバッて来た時にこういう歌詞でこうっていうのが読み取れるわけじゃん、すぐに。だから想像して歌うことがすごくできたし、そうね、レコーディングの秘話としてはですね、最後に撮らせていただいて、それこそねもう3人がもう撮ってた中で俺のパートだけねこう空いてたんで、すごくこうやりやすかったというか、なんかみんなの声を聞きながらみんなのね温度感だったりみんなの声をこう感じ取りながらレコーディングさせてもらったので、すごくこう気持ちよく歌えましたし、ウィングスねこれからも皆さんたくさん聴いてほしいなと思います。まあそんな感じですかね。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームやっかん師匠さん。私の妹は今まで興味がなかったのですが、初めて韓国アーティストのコンサートに行ってみたいと言ったので、先日のドームツアー東京公演に一緒に行きました。公演が終わった後、初コンサートどうだったと聞くと、目をキラキラさせながら、笑顔が素敵、ゆうたくんと完全にゆうたペンになっていました。ありがたいね。妹は地元長崎を離れ、就職のため、神奈川で一人暮らしをしています。コロナのためなかなか実家に帰ってこれず、家族に会えない妹のためにぜひ仕事を頑張れるよう元気が出るエールを送っていただけないでしょうか。お願いしますというメッセージいただきました。やっかん師匠さんの妹さん、コンサートを見てくださりありがとうございます。なおかつ僕ゆうたを、気に入っていただいてありがとうございます。長崎を離れ、神奈川でね一人暮らししてるという話なんですけど、まあねいろいろ大変なこともあると思いますが、頑張ってください。僕も応援しています。では次行きたいと思います。ラジオネームゆうたくん、よしよしねさん。ゆうたくんただいま、お帰り。私は中学受験をして、小学生の時の友達とはほとんど疎遠になっていたんですが、高校2年生の時に急に小学1年生の時の友達から連絡が来たんです。何事かと思ってどうしたのと聞いてみたところ、実はその子はイリチルが好きで私が好きになったのを知って連絡してきてくれたらしいんです。すごっ。そこからたくさん話すようになって再会して、今ではしょっちゅう会ったり相談する仲になりました。イリチルのおかげで再会できたことはすごく感動したのですが、ゆうたくんも感動の再会などあったりしますか？これからもその友達も一緒にイリチルを応援させてください。もちろんよ、そんなファンのみんなあってこその僕らやからね。まあいつも言ってるけどさ、やっぱこういいよね。間接的ではあるけど、
僕らの音楽だったりね、パフォーマンス見てファンになってくれて、なんかこういう奇跡みたいなさ出来事が起こってるわけじゃん、俺の知らないところで。多分それはこのラジオで知ったから、まあ今知れてるんだけど、多分ね知らないだけですごくたくさんね、こう僕たち NCT1 になったり、こう中本裕太というね存在でこうつながったりね、またこう奇跡的に会えただったりっていうね、いろんなことがあるので、すごくそういう話を聞くとやっぱこの職業やっててよかったなと思いますね。感動の再会か。感動の再会。それこそ SM タウンで久しぶりにテンと会えたことはすごく嬉しかったですね。テンとこう、まあすごくこうルーキーズとかね、練習生の時からすごく仲良くて、まあね、テンも今はね、ウェイブイで頑張ってるし、ソロとしても頑張ってるしっていう中で、久しぶりにね、こう会ったんですけど、やっぱね、久しぶりに夜ご飯ね、ジャニーと、俺とジェヒョンと4人で、テンとね、4人で行ったんですけど、やっぱね、全然変わってないですね。本当にくだらない話したり、ね、真剣な話ももちろんするんですけど、まあ集まれば、本当にそこにはこの練習生時代の時と何も変わらないね、僕たちがいて、久しぶりにそれこそね、SM タウンを通して会うことができてよかったなと思いましたね。ということでメッセージありがとうございました。続いての曲は NCT127 で127 Time Stops。Yuta at home. NCT127 ユータのユータ at home。 Yuta at home. 今週の NCT127 ユータのユータ at home いかがだったでしょうか。最後にですね、新コーナーへのお便り、募集ですね。新コーナーユータアワードへ皆さんのエピソードを送ってもらいたいと思います。今週募集するテーマはめちゃくちゃ恥ずかしかったでしょ。これめっちゃおもろいと思う俺。なんかめっちゃ恥ずかしかったことって絶対あるやん。〇〇して大笑いされた、こんな失敗してしまったなど、皆さんの恥ずかしかった話教えてください。ちなみにね、僕ゆうたが最近恥ずかしかったことはここでブチャブリ恥ずかしかったこと、日常的に恥ずかしいことなんかあるからさ、なんかそれこそ俺教えてもらったんやけど、 SM ダウンの時にさコメントしてる時になんかここの胸元のさボタンが1個外れてたらしいよ。なんかその大事なね、なんかこうカッコつけてコメントしてる時にやっぱそれ開いてたよって言われるとちょっとはずって思いますよね。ごめん、俺今いきなり振られたからこんな感じで弱い感じやけど、みんなはあれやでちょっともうちょい考えて、すっごいこう俺がさリアクションしやすそうなやつちょっと送ってくれたら嬉しいなと思います。僕が一番これ恥ずかしいでと思った人にはですね、最優秀賞、番組ステッカーをプレゼントします。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバイ。One of a kind, pag ba na, look in my eyes, yeah. Nigga kadim, kidding kadim, 속여서 move, yeah. This program was brought to you by Disney Plus. Sign, open the keys, open the mind. Too fast, you 움직이면 blues clues. Everybody jealous, 따라 해보든가 누구. 위험한 생각에 맞서봐. 이번엔 피하지 않은 날. Let's get away right now. 더 빠르게, yeah, yeah. 그려 내 모습을 마주하게.